メタン、大変なのだ。井上香って侍が日本にすっごい屈辱を与えたって聞いたのだ。一体何をしたやつなのだ。ずんだもん、その情報はちょっとゴシックシっぽいわね。井上薫の外交が屈辱外交と呼ばれたのは事実だけど、その言葉だけを鵜呑みにしちゃダメよ。でも屈辱って言われてるのだから、よっぽどひどいことをしたに違いないのだ。今日はその誤解を解いてあげる。井上薫がなぜ一見外国にこびているように見える派手な政策を取ったのか、その意外な舞台裏をサクッと解説していくわよ。超不利なルール。舞台裏とか言われても、やっぱり日本がバカにされたってことなのだろう。そうね、当時の日本が国際社会でかなり不利な立場だったのは事実よ。江戸時代の終わりに結ばされた不平等条約が明治政府になっても重くのしかかっていたの。不平等条約？なんだか難しいのだ。簡単に言うと、日本にとってめちゃくちゃ不利なルールのこと。特にヤバかったのが2つ。1つは治外法権、もう1つは関税自主権がないこと。治外法権、関税自主権、呪文なのだ。違うわよ。治外法権っていうのは、日本で外国人が罪を犯しても日本の法律で裁けないってこと。犯人の国の法律で裁かれるから、無罪放免なんてこともザラだったのよ。それじゃあ日本国内で外国人がやりたい放題できちゃうってことなのだ。ひどいのだ。その通り。そして関税自主権がないっていうのは、輸入品にかける税金を日本が自由に決められないってこと。安い外国製品がどんどん入ってきて、日本の産業は大きなダメージを受けていたの。まさに手足を縛られた状態だったのよ。派手なイメージ戦略。うわぁ、そんなの絶対に変えなきゃダメなのだ。井上馨はどうしたのだ。そこで井上馨が打ち出したのが極端な欧化政策よ。とにかく日本の近代化、西洋化をアピールしまくったの。欧化政策？そう。法律や制度を整えるのはもちろんだけど、井上馨がやったのはもっとド派手なこと。夜な夜な舞踏会を開いたり、政府の役人に奥さんを同伴でパーティーに出ることを奨励したり、その象徴が有名な鹿鳴館よ。鹿鳴館、聞いたことあるのだ。毎日パーティー三昧のキラキラした場所ってイメージなのだ。でもそんなチャラチャラしたことで条約が変わるなんて思えないのだ。いいところに気づいたわね。ずんだもん。もちろんただ遊んでいただけじゃないのよ。彼の狙いは欧米の外交官たちに功を思わせることだったの。おや、日本は我々と同じような文化レベルを持った文明国じゃないか。こんな国をいつまでも子供扱いするのはおかしいなってね。なるほど、見た目から入るイメージアップ大作戦だったわけなのだ。日本は野蛮な国じゃないぞってアピールしたかったのだな。そういうこと。まずは対等な交渉のテーブルについてもらうために日本のイメージをガラッと変える必要があったの。彼は国のプライドをかけて一大国家プロジェクトとしてパーティーを開いていたのよ。交渉の厳しい現実。そう聞くと井上馨もいろいろ考えていたのだな。で、その作戦はうまくいったのだ。それがそう簡単にはいかなかったのよ。井上は各国の代表を集めて改正案を提示したわ。その内容は領事裁判権、つまり治外法権を撤廃する代わりに日本の裁判所に外国人判事を任命するというものだったの。どういうことなのだ。日本の裁判なのに外国の人が裁判官になるってこと？そう。半分は日本の裁判官、半分は外国人裁判官っていうミックスチームで裁判をするっていう案で、井上としては完全な撤廃が無理ならせめて日本の司法権を一部だけでも認めさせようという苦肉の策だったのよ。でもそれって結局日本のことを信用してないって言われてるようなものなのだ。まさにそこを国内から猛烈に批判されたの。そんな弱腰な案は屈辱的だ。外国人に日本の司法を任せるなんてとんでもないってね。国民のプライドが許さなかったのよ。志半ばの挫折。はあ、それで屈辱外交って言われちゃったのか。決定打になったのがノルマントン号事件よ。イギリスの船が沈没したんだけど、船長たちが自分たちだけボートで逃げて日本人乗客25人を見殺しにしたの。ひどすぎるのだ。でもイギリスの領事裁判では船長は軽い罰金刑になっただけ。この結果に日本中が激怒したわ。治外法権があるからこんなことになるんだで、国民の怒りが爆発したの。そんな事件があったら外国人判事を入れるなんて案、誰も賛成しないのだ。その通り。
国民の猛反対を受けて井上馨の条約改正交渉は失敗に終わり、彼は外務大臣を辞めることになったの。彼のド派手な鹿鳴館外交もここで終わりを迎えたわ。そっか、頑張ったのに報われなかったのだな。でもね、彼の挑戦は決して無駄じゃなかったのよ。井上が必死に日本の近代化をアピールし、交渉の土台を作ったからこそ、次の世代がそのバトンを受け継いで最終的に条約改正を成し遂げることができたの。彼の派手なパーティーは未来への種まきだったとも言えるわね。なるほど、井上馨は未来のためにあえて批判される役回りを引き受けたすごい人だったのかもしれないのだ。今日は勉強になったのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。